はい、始まりましたグンゼのプラスチック教室です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はナイロンフィルムについて解説をしていこうと思います。スーパーでもらえるようなビニール袋っていうのをナイロン袋とか結構西日本では言ったりするんですけど、ナイロンは一切使われておりません。東日本の方は絶対言うことないんでしょうけど、西日本では結構言ったりします。ナイロンフィルムっていうのはパッケージ業界の中では本当に広く使われておりまして、例えばウインナーの袋だったり、あとお餅の袋、あとは半生菓子の包装の袋とかによく使われます。ただ一方でパッケージ以外の例えば工業用とか、に使われるかっていうとほとんど使われることっていうのはありません。この理由っていうのも後から説明しようと思います。まずナイロンの特徴の一つは、酸素透過度がすごく低いっていうことが挙げられます。以前も OPP の回でご説明したと思うんですけど、ナイロンっていうのはすごく、酸素透過度が低い、つまり酸素バリア性が高いっていう素材なんですけど、この表を見ていただいて分かる通り、もう OPP とはもう比べ物にならないぐらい酸素バリア性が高い素材です。型や水蒸気バリアの面でいくと本当に OPP ってすごく優れたフィルムなので、ナイロンっていうのは比較的弱い、防湿性には弱い素材です。また何といってもナイロンの最も特筆すべき特徴っていうのが強度です。こちらペットと比較した強度の比較になりますけど、突き刺し強度でいくと約 1.8 倍の強度を持ってますし、衝撃強度って言われるいわゆる袋をこう上から落とした時にかかる衝撃約 2.5 倍の数値を持ってますので、ナイロンフィルムっていうのは比較的強度が求められる用途にはもうマスト、必ず使われる素材です。またラミネート強度が出やすいっていう特徴もあります。ナイロンっていうのは比較的外部の影響を受けやすい素材です。溶剤だったり熱だったり水だったりですので、フィルムとフィルムに接着剤っていうのでこうくっつけた場合影響を受けやすいので、比較的こうスムーズに浸透してくっついてっていうのができる。型や以前ペットのご紹介した時に、外部の影響を受けにくいフィルムですよっていうのはご説明しましたけど、ペットは比較的誰とも仲良くなろうとしないので、接着剤が来てもこう交わろうとしないっていうんですかね、そういったことでペットとナイロンと比べるとラミネート強度はナイロンの方が圧倒的に出やすいです。以前動画でご紹介した通りラミネート強度が出やすいと、いいことがあるっていうご説明をさせてもらったので、ぜひそちらの動画もご確認ください。先ほど申し上げた通りナイロンっていうのは水とか熱とかそういった外部の影響を受けやすい素材になってますので、それこそ熱をかけて縮んだり水を与えることによって伸びたりっていうのが、比較的起こりやすい性質を持ってます。その一つの性質として水を吸うと滑りが悪くなるっていう特徴があります。今回その実験をしてみたのでこちらの動画をご覧ください。見ていただいたら分かる通り水を吸うともう全く滑らなくなるので、夏場とか湿気が強い時なんかナイロンのライン上でこう詰まったりとかしてトラブルになるっていうケースはよくあります。ですので表にペットを貼るとか異活性、滑りのいいナイロンを使うとかっていうケアが必要な場合もあります。今回でこの汎用フィルムのご紹介っていうのは、第1弾 OPP、第2弾ペットで今回のナイロンっていう、3つをご紹介させていただきました。通して見ていただいたら分かる通り各それぞれ特徴もありますし、デメリットもあると。ですのでメリットデメリットっていうのを十分理解した上でフィルム単体で使うことっていうのは、OPP の場合なんかはありますけどペットとナイロンの場合はもうありませんので、どうしてもこの組み合わせっていうのが必要になってくると。そういったこともあって、OPP とナイロンを組み合わせたりペットとナイロンを組み合わせたり、もう少し強度を高めようとするともうダブルナイロンにしてみたりだとか、
フィルムって本当に組み合わせのバリエーションの話になりますので、性能を十分理解した上でこのバリエーションっていうのを考えていく必要があるということはご理解いただけたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。軍事のプラスチック教室では、こういったプラスチックの豆知識もそうですし、環境問題、フードロスの問題、こういったことを動画を通じて配信をさせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。ではまた。